皆さんこんにちは、ヒロです。そうです。ワンです。はい。今回の動画ではですね、自分とか相手とか、あるいは第三者のことを、話に出すときとか、あるいは呼ぶときに、どういう呼び方をするのかっていうのを話したいと思います。文法書ではですね、おそらく第一人称、第二人称、第三人称とか言うと思うんですけれども、例えば、自分のことを、話に出すときとか呼ぶときは、私とか僕とか言うと思うんですけれども、そういう類のことについてちょっと今日説明していきたいと思います。はい、まず、自分についてはみんななんて言う？僕。俺私、僕、私、わいわしなんか俺らみたいに仲いい奴らでいるときはわいとかわしとかなんか言ったりするよね、多分。ネタ的な感じでね。そうね、ネタで、わしはこの前とか言ったりするよね。ネット用語なんじゃないなんか。チャンネル的にネット用語。ネット用語なんだ。ワイは、俺氏とか。難しいな、それ。俺もあんまり全部知ってるわけじゃないけど、こうはちょっとネット中なんで、知ってるけれども。ちなみに女の人だったら、なんていうかな。私、私。私が多いんじゃないあと、うちっていうよね。うち。うちさとか言わない、なんか女の人。あんまり最近見ないけど。田舎者なんじゃないなんか学生だとさ、学生はそうだね。学生だと別に田舎者じゃなくてもうちっていうの聞く気がするけどな。あとなんか、自分の名前呼ぶ女の人とかもいない。例えば、わしが女だったとした時に、ねえねえ、ヒロね、この前どこどこ行ったのみたいな。第一人称、自分のことを話に出したり呼ぶ時の、呼び方についてはそんなところかな。じゃあ次、第二人称、相手ですね。話し相手のことを話題に出すときとか呼ぶときは何て言うかというと、実際何て言うかな。あなたって言わないよね。あなたは今。お前だよね、まず。多分。お前って言うよね。お前が普通に、名前、相手の。名前が普通。名前前は、普通のね。なんか親密な仲じゃないと言わない。そうね。よっぽど仲いい感じのやつにお前って結構失礼な言葉だもんね。もし仲良くもないのにお前って言ったら結構失礼だよね。仲良くてもネタ的に使うもんな。そう。で、あなたって言う人たまにいるんだけど、あなたって呼ばれると距離感を感じる、俺は。あなたさ、何々だよねって言われたりすると、すごく距離感を感じる。なんか、名前で呼んでもらった方がやっぱり親しく思ってくれてんだな、みたいな感じだよね、多分。第二人称はそんな感じになるのかな。じゃあ、第三者のことを呼ぶときは、英語とかだとさ、he とか she とかあるじゃん。で、彼、彼女って言うと思うんだけど、俺ら話題に出すときって、彼って言ったりとかするけどさ、仲間内では言わないよね。仕事とかでしょ。そう、仕事とかのちょっとフォーマルな場所で、彼から聞いたんですけどとか。けど、彼女から聞いたんですけどっていうのはあんまり言わないよね。女の人に対して。いや、別に言うと思うけど。マジで？いや、俺言うんだけど、俺もたまに。けどなんか、彼女ってここで言っていいのかどうかっていうためらいがなんか、彼女ってさ、ほとんどの場合、ガールフレンドの意味で使うじゃん。だからなんか彼女から聞いたんですけどっていう時に誤解されないかって思って、なんか俺は避ける、すごく。基本名前言うけど。基本名前ね。基本名前で彼、彼女っていうことはあんまりない。言わなくはないから。そうね。あと一応、ちょっと話出たんで言っておくと、ボーイフレンド、ガールフレンドのことは、彼氏、彼女って言って、この前彼氏があって女の人は言ったりするし、俺らはなんか彼女があって言ったりするよね。そんなところでしょうか。はい。ということでですね、今日の動画ではですね、自分のこと、相手のこと、あるいは第三者のことを、どうやって呼ぶのか、どうやって話題に出すのかっていうのについて、説明しました。以上です。動画気に入ってくださったら、いいね、シェア、サブスクライブなどよろしくお願いします。視聴していただいてありがとうございます。それではまた、バイバイ。バイバイ。